皆さんこんにちは、みやです。今回は結婚式のために手作りしたアイテムをご紹介します。式を挙げることになってから、どうせなら私たちらしい個性を出した式にしたいと思い、自分たちで作れるものは手作りしていこうと決めていました。結果的に DIY したり、ドレスを工夫したりすることで、全部で20万円以上節約できました。今回紹介するアイテムは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今回 Canva というアプリをたくさん使っています。無料版と有料版がありますが、私は無料版で作りました。有料版だと確かに素材も豊富でアレンジも幅広くできますが、無料版でも十分クオリティの高いものが作れるので、とてもおすすめです。招待状は Web 招待状にしました。ゲストの方がみんなスマホの操作ができる人だったので、紙ではなく手軽で費用がかからないホテルの Web 招待状にしました。定型文があるので難しいことを考える必要もなく、会場の住所や集合場所、集合時間は親族用、友人用、受付係用の3種類をプランナーさんが入力してくださっているので、私たちは写真を選ぶだけですっごく楽でした。写真は4枚ほど挿入することができるので、前撮りの時の写真を入れました。受付係は新婦側2名、新郎側2名の友人にお願いしています。私たちの結婚式ではエスコートカードやプロフィールブック、写るんですなど渡していただきたいものが多いため、混乱しないようにお願い書を作りました。キャンバで受付お願い書と検索するといろいろな素材が出てくるので、少し内容をアレンジさせていただきました。お車代を入れる封筒はセリアで購入しました。洋風でアンティークっぽい雰囲気の式なので、それに合わせて封筒を選びました。キャンバでお車代のしと検索すると、たくさんテンプレートが出てくるので、その中から可愛いなと思ったものを使わせていただきました。カットする作業に入っていくんですけど、これは Amazon で購入した半分こっていう商品です。カッター、切り取り線、折り目がつけられる機能の刃が別売りで売ってるので、それも購入して使いました。これすごい楽で、この後もいっぱい紙を切る作業があったんですけど、大きな力もいらないし、曲がらずに切れるし、この水色のバーを活用すると長さを測らなくても半分にしっかり切れるっていうのが便利でした。結構大きいんですけど、この本体自体が1キロなので、持ち運んで使おうと思えばどこにでも持っていけるし、将来子供ができた時にも紙遊びで活用できるかなと思ったので、少し値段は高いんですけど買ってよかったなと思う商品です。スピーチや受付をしてくれたゲストにも同じようにのしを巻きました。さっきのお車代という文字をお礼に書き換えて、センキューのところを私たちの名前にしてみました。プロフィールブックは業者さんに頼もうかなとも考えたんですが、たくさん調べてもビビッとくるデザインがなかったので、自分で作ることにしました。雑誌風にしたいなと考えていたので、イメージを膨らませながらキャンバで一から作成しました。個人情報が結構載っているので、実際に作ったプロフィールブックの私たちの写真と個人情報を少し変えたデザインをお見せしながら説明していきます。構成としては、表紙、挨拶文、新郎紹介、新婦紹介、出会いから結婚までの流れと思い出、席次表の12ページの構成になっています。私たちが大好きな旅行の要素を取り入れたかったので、席次表は空港の案内掲示板風にしてみました。テーブル番号をゲート名に置き換えて表現してみたり、ゲストを搭乗客と表現してみたりしました。裏表紙も雑誌の裏表紙っぽくしてみました。私たちはバレンタインデーが結婚記念日なので、バーコードの横の文字列や値段表示にちょっと遊びを入れてみました。何時間もかけて作ったお気に入りで、作成中ずっと楽しかったんですよ。今回だけで終わりになってしまうのがもったいないなと思ったので、思い切ってミンネに出品してみました。結婚式アイテムを手作りする方やハンドメイド好きの方はご存知かと思うのですが、ミンネはハンドメイド作品を売り買いできる日本最大級のマーケットアプリです。アクセサリーや雑貨、洋服や家具まで世界に一つしかない作品がたくさん見つかります。作家さんから直接買えるので、温かみや特別感があるのも魅力的だなと思っています。ちょっと人と違うものが欲しい、そんな時にぴったりのサイトです。このプロフィールブックとこの後紹介するエスコートカード、
席札、メニュー表などいくつかみんなに出品しているので、気になる方はぜひチェックしていただけると嬉しいです。キャンバで作成したプロフィールブックをパソコンにダウンロードしてプリントパックに印刷をお願いしました。不備があったら怖いなと思っていきなりゲスト人数分を頼むのは抵抗があったので、色構成というオプションをつけて一部だけ実際の本の状態にしてもらって自宅に届けてもらうサービスを利用しました。1300円くらいしかかからないし、色味とか文字の大きさを実際に確認できるのでとても安心でした。実際誤字脱字や文字の大きさが小さすぎて読めない箇所もあったので、修正してから本印刷をかけてもらえるのが便利でした。予備もいくつかつけてくれるってことだったんですが、私たちの場合は57部発注をかけて15部予備が届きました。プリントパックさん初めて使ったんですけど、他のサイトさんよりはるかに安いし、質もいいし、発送も早くてとっても良かったです。個人的にありがたいなと思ったのが、作るときは目安としてあると便利な罫線を消し忘れていたページがあったんですけど、プリントパックのスタッフさんがこれは消した方が綺麗に仕上がりますが、本当にこれで印刷かけてよろしいですかってわざわざメールで確認してくれたんですよ。ここまで丁寧に内容を確認してくれて、このお値段っていうのがびっくりで、またこういう機会があったら絶対プリントパックさんにお願いしたいなと思いました。こちらもキャンバで作成しました。本物の航空券を見ながらできるだけそっくりに結婚式の要素を入れて作成しました。こちらもミンネに出品していますので、気になる方はチェックしていただけると嬉しいです。紙は Amazon で買ったこちらの商品を使い、家庭用プリンターで印刷しました。180キロの厚みのあるものなので、本物らしく仕上がったかなと思います。先ほど紹介した半分この切り取り線の刃に変えて、ちぎりたい部分に切り取り線を入れます。切り取った半券はドレス当てクイズの投票券にしました。本物の航空券も角が丸くなっているので、それも再現したいと思い、このカッターを Amazon で買いました。そこまで値段が高くないのも嬉しいポイントなんですが、S、M、L の3種類の大きさの丸みを簡単にカットできるのが気に入っています。穴あけパンチの要領で丸くしたい大きさに角を入れ込んで押すだけでこんなに綺麗な角ができます。エスコートカードの角は L サイズで丸くしました。写真を撮るのが好きそうなゲストを6名選んで受付で渡してもらいました。ファルベというサイトが無料でダウンロードできる結婚式アイテムがたくさんあって、そこに載っている写ルンデスのカバーを使いました。自宅のプリンターで印刷してハサミとカッターを使って切りました。裏までカバーで覆っている方が結構多いんですけど、写ルンデス本体の説明がとてもわかりやすかったので、裏はそのままにして表のみカバーを貼りました。貼るときは普通の両面テープを使っています。これだけだと少し寂しかったので、写ルンデスの簡単な使い方を3ステップにまとめた紙を作りました。紙は受付お願い書でも使った180キロの厚紙。印刷は自宅のプリンターで行っています。披露宴会場がやや薄暗い感じだったので、フラッシュオンを忘れないようにカメラ本体の裏に貼りました。この紙も角は丸く整えています。今回大活躍したのが Amazon で購入したコクヨのハトメパンチです。安いハトメパンチの口コミでは力が必要で使いにくい、すぐに壊れるといった意見が多い中、このコクヨだけはすごく評価が高く、実際に使ってもとても快適でした。穴開けとハトメが一体型になっている点が便利で、紙の端からの距離、穴の距離も調整できるので仕上がりが綺麗に揃います。別売りのハトメもコスパがとってもいいもので、ほとんど力もいらずにハトメを止めることができ、高級感も出てとてもいい買い物でした。カメラに通す紐は自宅にあったリボンを使いました。お菓子についていたリボンなどを集めるのが好きで、その中から合うなと思うものを選びました。完成したものがこちらになります。この時はファルベに掲載されている写ルンデスのカバーが3種類あったので、1つの種類を2つずつ印刷しました。続いてはドレスの色当てクイズのコーナーです。この紙はキャンバでドレスの色当てクイズと調べるとフォーマットが出てくるので、その写真を変えただけになります。
カラードレスが実写版シンデレラのドレスを着ることになっているので、あえて実写版プリンセスの画像ばかりを入れてみました。ドレスはココメロディという日本橋にある購入型のドレスショップで14万円くらいで購入できます。ホテル提携のドレスショップ、フォーシス&カンパニーにあるドレスをレンタルするのはちょっと高かったので、昔からプリンセスが大好きっていうこともあってこちらのドレスを選びました。投票箱に置くドレスの色の表現にはメディウムに絵の具を混ぜて描いてみました。こんな感じでちょっとニュアンスっぽく水色とか白とか入れてみたり、黒がなかったので紫っぽい感じにして黒を表現してみました。油性ペンでブルー、イエロー、レッド、ブラックっていう風に描きました。角は四角だとそっけない感じがあったので L サイズで角を丸くしました。投票箱はダイソーで300円で購入したものになります。結構しっかりした作りで蓋の部分に小さなマグネットがついています。終わってからも日常生活で使えるものにしたかったので小物入れに使おうかなと思っています。ちょっとキラキラさせたいなと思ったので家にあったマニキュアのラメのものを使って塗っていきます。もう20分くらいしたら乾くような感じです。披露宴で各ゲストの席に置く席札はメニュー表とドリンクメニュー一体型のタイプを作ってみました。ピンタレストで結婚式メニュー表と調べるとたくさん画像が出てくるので、そこからインスピレーションを受けてキャンバで作成しました。自宅のプリンターで印刷したものを半分こでカットしていきます。カットするときは印刷したガイド線を切ればいいようにしてあるんですけど、メニュー表の一番下に私たちの名前と結婚式の日にちがちらっと見えるようにして、ドリンクメニューのアルコールの部分だけ見えるように席札を配置して調整しながら切っていきます。紙選びはすごく迷ったんですけど、いろいろ調べてマーメイド紙という紙質がちょっとザラッとしたような、普通ではあまり見かけないような高級感のある素材を Amazon で注文してみました。この会社さん送料はかかっちゃうんですけど、カラーバリエーションが豊富なのがいいなと思いました。自宅のプリンターがエプソンの結構15年前くらいに買ったプリンターなんですけど、それでもすごく綺麗に印刷できます。全部の手作りアイテムに共通して言えることですが、印刷するときは仕上がりを標準じゃなくて高画質と選択して印刷すると綺麗に印刷できます。これだけだと少し寂しいので席札に絵の具でデコレーションしていきます。絵の具は普通のダイソーで買ったものです。絵の具だけだと時間が経つとパキパキになってきてしまうので、メディウムという薬剤を使っていきます。これは湯沢屋で買ったものなんですけど Amazon でも売っていて、私が Amazon で買うときはこっちのチューブタイプを買っています。メディウムアートって調べると結構作品がいろいろ出てきます。時間が経ってもパキパキにならないし、立体的な絵の具のまま固まってくれるので、すごく可愛い仕上がりになってお気に入りです。うちはいらないクリアファイルがいっぱいあるので、それをパレット代わりに使っていきます。メディウムを出して使いたい絵の具を上に置いたらヘラで混ぜていきます。このヘラも Amazon で数百円で買ったものです。メディウム自体は固まると透明になるので、透明なところが残らないようにしっかり絵の具とメディウムを混ぜていきます。私も独学というか自分がやりたいようにこんな感じかなっていうのでやってるので、そのやり方が合っているかわからないんですけど、こんな感じで塗っていきます。結構モリモリに盛っても可愛く仕上がるかなと思います。色はそのゲストのイメージカラーを考えて塗ってみました。この作業とっても楽しくってもっとやりたいなと思っているので、もし需要があればメルカリとかみんなで出品して依頼があったら印刷からこのメディウムのアートまでやって依頼主様にお送りするっていうのもちょっとやってみようかなと考えています。もし気になる方とかこういうのがあったらいいなっていう方がいたらコメントいただけると嬉しいです。半日くらいあれば乾くんですが、私は1日半くらい一応置きました。乾いたらカットしたメニュー表とドリンク表を合わせて国用のハトメパンチで留めていきます。
最後にマニキュアのラメでキラキラさせて完成です。塗った時はマニキュアの匂いをしますが、乾けば全く気にならないし、お食事の席に置いても問題ないなと思いました。ゲスト全員にお手紙を書きました。こうやって感謝の気持ちを伝える機会はあまりないなと思って、一人一人書いて披露宴の席にスタッフさんに置いてもらいました。便箋はセリアで購入したものです。ゴッホやモネといった有名美術作品とコラボした商品がたくさんセリアやダイソーで売られています。封筒もこのコラボ商品なんですけど、結構人気なのか封筒が人数分用意できなかったので、足りない分はシーインで購入しました。安いのに質感が高級な布のような感じで、カラーバリエーションも豊富でお気に入りです。個人的には K という種類の茶色が落ち着いた雰囲気でおすすめです。私たちが式を挙げるオリエンタルホテルはいくつか披露宴会場があって選べるんですけど、私たちはオリエンタルという会場にしました。その雰囲気にシーリングスタンプが合うかなと思ったので、セリアで購入したワックスでシーリングスタンプをしました。いくつか色を買ってみましたが、やっぱり王道のブラウン系が上品でいいなと思います。ただの紙の封筒はしっかりシーリングスタンプがくっついてくれるので、封筒が開くってことはないんですけど、シーインで買った封筒はちょっと布っぽい凹凸のあるようなザラザラとした質感なので、うまくくっつかないことがありました。その時はいらないクリアファイルに溶けたワックスを垂らして、でクリアファイルの上でスタンプを押した後、乾いたら裏に両面テープを貼ってつけると綺麗にできました。ゲストも楽しめる式にしたかったので、ゲスト参加型のプレゼントリレーという余興も用意しました。私たちは新郎がゲスト2人、新婦がゲスト2人の計4人に参加してもらうことを想定して、ボックスはダイソーで同じ種類の大きさ違いを4つ購入しました。メッセージはインスタで見かけたデザインを真似させていただいてキャンバで作りました。Amazon で購入したこちらの紙に自宅用プリンターで印刷して半分個でカットします。折り目の刃もここで活躍しました。景品はリチュアルズという最近東京を中心に店舗を増やしているオランダ発のボディケアブランドの商品にしました。舞浜駅のイクスピアリの中に店舗があるので、打ち合わせの帰りに寄って買うことが多かったです。オリエンタルホテルの雰囲気もリチュアルズの雰囲気も結構上品な感じですごく合うなと思ったので、今回の景品にぴったりだと思って購入しました。年齢や性別に関係なく使えるようなシャワージェルやハンドソープを中心に選びました。両親への贈呈品にはビジネスクラスホノルル往復模擬航空券をプレゼントします。エスコートカードのデザインを少しアレンジして、大きさももう少し大きくしたかったので A4 サイズを横半分に切った大きさにして両親の名前を入れました。裏には両親への感謝の気持ちをメッセージにしています。両家両親とも旅行が大好きなので、私の両親が死ぬまでに一度はビジネスクラスに乗ってみたいと言っていたのをきっかけにこの贈呈品にしました。作り方はエスコートカードと全く一緒で、 Amazon で買ったこの厚紙に自宅のプリンターで印刷して半分個でカットしていきます。裏に貼る両親へのメッセージは少し端を切って航空券よりは少し小さめにしていきます。切り取り線の刃に変えてより航空券らしさが出るようにこの辺りに切り取り線を入れます。この切り取り線を入れるとき往復させてしまうと切り取り線ががっつりついて切れてしまう可能性があるので、1回だけスライドさせるのがコツです。角を丸くするとより本物っぽくなるので、このコーナーカッターの L サイズを使って角を丸くしていきます。裏のメッセージに関しても普通のテープのりで留めていきます。
サンクスギフトはクナイプのバスソルトにしました。式場が食品の持ち込みが NG だったので、夫と相談して誰でも使いやすいバスソルトにしました。見た目も可愛くプレゼントにぴったりだと思います。松清で購入したのですが、松清アプリを使うとかなり高確率で 10% オフクーポンが当たるので、こちらを使ってだいたい1000円くらい割引が効きました。全部で7種類くらいあってカラフルで可愛いなと思っています。ムービーは業者さんに頼むと5から10万円くらいかかるので自作することにしました。この YouTube の編集でも使ってるブロというアプリを使って作りました。サビのタイミングで入場したかったので大好きなベンソン・ブーンの Beautiful Things を使いました。ムービーの素材は日常で撮影した動画や前撮りの時にメイクさんとプロデューサーさんが iPhone で撮ってくれていたオフショットの動画を使いました。プロフィールムービーもブロで作りました。構成としては導入が20秒、新郎紹介2分、新婦紹介2分、2人の出会いが2分、エンディングが20秒のだいたい7分弱くらいです。音楽は夫の紹介の時は久石譲さんのサマー、私は母が大好きなニューシネマパラダイスの愛のテーマ、2人の出会いは私たちが大好きなトップガンで流れているワンリパブリックのアイアントボリットを使いました。ムービーを作るときに気をつけたのは、一つの文章を読むのにそれなりの時間があった方がいいなと思ったので、だいたい7秒から9秒くらいを一文にしました。あとは動画の最初と最後に5秒間黒い素材を入れて、急にムービーが始まってびっくりさせてしまうのを防げるようにしました。結婚式当日の様子をカメラマンさんに撮ってもらって即興で編集してもらい、最後にエンディングムービーとして流す取って出しムービーもいいなって思ったんですけど、20万円以上するので前撮りでエンディングムービー用の動画を撮っていただきました。私たちは動物が大好きなので乗馬しながらドレスで撮影してくれるブライズシーンのホースウェディングを依頼しました。プロデューサーのレイナさんはヒアリングから丁寧な方でセンスが良く、何でもお任せしたくなるような方でした。撮影場所は茨城でしました。まず牧場で手綱の扱い方など簡単なレクチャーを受けた後にファーストミートをしたり、近くの森や草原で写真や動画を撮っていただきました。移動は基本全部乗馬で自分で手綱を引いて操作していきます。途中草を食べるのに立ち止まったりすることもありましたが、牧場のスタッフさんも近くにいてくださるのでうまい具合に誘導してくれました。こんなに近くで長時間馬と触れ合ったのが初めてだったのでとっても楽しかったです。大満足の撮影だったのですが、エンディングムービーの納品に関してはちょっと残念な点もありました。3月に前撮りをして9月に結婚式っていうのはもう伝えてあったんですけど、8月上旬には納品されるかなと思っていたんですが、カメラマンさんからなかなか連絡が来なかったんですね。で、連絡してみたら今 BGM 選び始めましたとお返事があり、まだできてないのって思いました。実は6月にも別の件でメッセージのやり取りをする機会があって、その時は海外でお仕事をされていた時期だったので、帰国したら作成入りますとおっしゃっていたんですね。7月には帰国していたのでもうできるかななんて思っていたのでちょっと残念でした。しかもエンディングムービーではなくオープニングムービーだと勘違いして BGM を選曲していたり、約2分間のムービーを納品することになっているのに1分にされたり、トラブル続きで信用に欠けるような対応で残念でした。仮納品すると言われていた日にも間に合わず、深夜に送られてきた仮の動画が誤字脱字だらけで、私たちの名前のスペルも間違っていたり、入れて欲しかった文字も入っていなかったりするものでした。以前のメッセージのやり取りでも言葉遣いが雑だったり、納期がギリギリなのに徹夜で作りました、 BGM 選びが一番大変なんですよみたいな苦労話をしてきたり、ちょっと不安な点が多いカメラマンさんでした。結局プロデューサーさんにも相談して助言をもらい、納期にはギリギリ間に合いましたがかなり不安でした。納期について紙面で契約を交わしていなかった私も悪いので、今後こういうことがあったらしっかり契約を交わそうと思いました。ただ映像的にはとても素敵ですし、著作権フリーの BGM も好みで気に入っています。やっぱりプロのカメラマンさんはすごいなと思い、結果お願いしてよかったと思っています。皆さんいかがでしたでしょうか。
今回は私の結婚式のために作った手作りアイテムをご紹介させていただきました。購入したアイテムについては概要欄にリンクを貼っておりますので、気になる方はぜひご覧ください。今後は式当日の様子もアップしたいと思っているので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。ではまた次の動画で。